こんにちは、スパオです。今回はこの時期の無印良品の新商品と9月1日の防災の日に向けたおすすめの防災グッズを中心にご紹介します。無印良品、この秋も新しいアイテムが満載です。お買い物の参考になれば幸いです。ではどうぞ。まず最初がチョコとマカダミアナッツのクッキー。これ新商品なんですが、オンラインでは売り切れと入荷を繰り返しているすごい人気のクッキーなんです。製造者書いていないんですが、調べたら花月堂もしくはル・フレンド製造とのこと。花月堂は言わずと知れた無印の大人気バームクーヘンを製造しているメーカーさんで、ル・フレンドは花月堂のグループ会社で基本冷蔵系のお菓子の会社なんですが、最近はこういった常温系の商品の製造もしてるみたいです。これ単体で味の紹介をしてもいいんですが、せっかくなのでおそらく全国どこでも手に入るであろうセブンイレブンとスターバックスのチョコチップクッキーと比べてみたいと思います。まず無印なんですが、質感が一番柔らかめで口どけも一番良かったです。ビターめのチョコチップの口どけもよく、マカダミアの食感もあって大きくても食べ飽きない工夫が嬉しいですね。少し気になったというか特徴的なのがシナモンパウダーが入っているんですよね。そこまで前面に出てくる感じではないんですが、いい味のアクセントになっています。妻は今回の3種類の中で一番気に入っていました。ソフトめのクッキーがお好きならこれですね。続いてセブンイレブンは生地がザクザク感感じるハードな食感で、生地に発酵バターを使用しているおかげか風味良かったです。製造はブルボンでチョコもそこそこ大きめでホームメイドのような香りもしました。ハードなクッキーがお好きならこれですね。ちなみに私はこれが一番気に入っています。スターバックスは無印まではいかないんですが、こちらもソフトめな食感で一番チョコチップが大きくてたっぷり入っているので、とてもリッチな感じがします。製造しているのは不二家で、チョコレートがお好きな方にはとにかくこちらをお勧めします。こうして食べ比べてみると3社とも結構特徴がはっきりとした感じがします。今回を参考にぜひ自分好みのクッキーを楽しんでみてほしいです。そしてもう一品クッキーが出ているので追加でご紹介。ホワイトチョコとクランベリーのクッキーです。こちらはややハードなザクザク系で、出しゃばらないホワイトチョコの風味とクランベリーの甘酸っぱさ、そしてこの果肉の食感がいいですね。甘さもそこそこ感じるんですが、秋冬はこういった濃厚な甘さのものが恋しくなるので、これからの季節には特におすすめします。今後も無印らしいフレーバーが出てくれることを楽しみにしたいと思います。はい、続いてが長期保存3分の1日分の野菜を使ったトマトスープ。トマトをベースにバジルやタイム、オレガノなどで風味をつけて、じゃがいも、キャベツなどで食べ応えを出したこれからの時期に嬉しい具沢山スープです。そしてこれ品名にもパッケージにもあるように、未開封の賞味期限が最長で約2年と長期保存もできる商品なんです。9月1日は防災の日ですが、無印良品ではこういった長期保存ができる食料品などを販売しています。今年の防災の日に向けて発売されたのが今回のスープシリーズです。これ一口食べて妻スパコと一緒にうまっって思わず声が出ました。今回ご飯たらふく食べた後に試食したんですが、即完食でした。まずバジルたちハーブの香りが絶妙です。メインの具材のじゃがいもと人参も舌で潰せる柔らかさ、かつグズグズでない食感が残っていて、具材の麺でも食べ応えバッチリ。というのもこれ製造が毎度おなじみの錦食品さん。もうですよねくらいの納得度で、もちろん無添加スープです。これが防災食なんかで出てきたらすごく嬉しいですし、温かくて具沢山って本当に元気出るんですよね。私実はそこそこ大きめの震災経験あるんですが、食材が満足に買えなくなった時、パンの配給は比較的早かったんですね。そんな時を考えると、あったかいスープに何度も助けられたことを考えると、レトルト商材の中でもスープの優先度は高い気がします。これなら野菜もたくさん取れるので、その辺の満足感も考慮すると本当に希少な商品です。もちろん防災の時に限らず、ローリングストックも兼ねて普段使いをしたら忙しい朝なんかには重宝すると思います。そしてもう一品長期保存ができるスープのご紹介です。3分の1日分の野菜を使ったかぼちゃスープ。先ほどのトマトスープとは違って生クリームのコクを出したクリーミー系の甘さも感じるようなスープで、
とろみもあるのでシチューっぽさもあるような食べ応え抜群のかぼちゃスープです。玉ねぎ、人参、じゃがいもの他に赤いんげんと白いんげんも入っているので、パンとかなくてもこれだけでお腹満たされそうです。スープになったかぼちゃも変な甘々な味ではないので、最後まで美味しくいただけました。そして続いてが3分の1日分の野菜を使ったオニオンスープ。こちらも新商品のスープなんですが、なぜだかこれだけ長期保存仕様ではないのでご注意ください。これも1日の3分の1の野菜が取れるとあって結構具沢山。具材としては人参、玉ねぎ、じゃがいもをベースにさっきのスープにはなかったグリーンピースが入っています。全体の味としては玉ねぎの甘みにバターとパルメザンチーズの旨味とコクを加えていて、クリーミーまではいかないんですが、確かにミルキーなコクっぽさを感じます。もちろんこちらも錦食品製造で自然なと言っても差し支えのないくらい野菜の甘みが溶け込んでいるようなスープで、これまたいい味です。長期保存を謳った商品ではないんですが、1年近くは賞味期限あるので、ある意味十分な気もしますし、ローリングストックとして使うにはバッチリです。はい、続いてが長期保存可能の備蓄ご飯白米。こちらも備蓄シリーズでお水かお湯を入れるだけでご飯ができちゃう商品です。中には乾燥したようなアルファ米というのが入っていて、簡単に言うと一度炊いたご飯を急速乾燥させたものです。これ作っているのが防災食品の業界ではシェアナンバーワンの大西食品さん。登山家や南極越冬隊の方々への食事提供をはじめ、なんと宇宙でも食べられる日本食の商品開発を行うなど、まさに防災食、非常食といえばのメーカーさんです。今回はお湯で炊いてみます。水なら1時間、お湯なら15分で出来上がります。炊き上がりがこちらなんですが、お湯入れただけとは思えない自然なご飯の食感で美味しいです。すくうと固まっているように見えるんですが、口に入れてみると見た目以上にほどける感じがあって、べしゃっとしてる感じはないですね。先ほどお話ししたように震災の経験がある身としては、こういう時って温かいご飯ってだけで本当に幸せなんですよね。そこにちゃんと味がついてきているところにメーカーさんの企業努力を感じます。こちら未開封の状態で最長4年も賞味期限があります。ご自宅の防災グッズの一員として検討してみてはいかがでしょうか。はい、続いてが長期保存可能の備蓄おやつ、チョコ羊羹。こちらも約4年半賞味期限がある長期保存が可能な羊羹で、しかもチョコレートで味付けをすることでお子様でも美味しく楽しめるような仕様になっています。先ほど災害時には温かいご飯が美味しいとお話ししましたが、甘いものもいい気分転換になるんです。作っているのがあずきバーでも有名な井村屋さん。中身はこしあんベースで、そこにチョコレートが加えられているんですが、質感が超滑らか。それでいてチョコレートの程度が絶妙で、なんか生チョコらしさも感じちゃうような上質な舌触りです。チョコレートらしさもしっかり感じるし、あんこらしさもきちんと残している感じはさすが井村屋さんといった感じです。羊羹は小容量にもかかわらずカロリーが取れるので、緊急時はもちろん登山などやスポーツの時などの補給食としてもぴったり。私もよく自転車や登山の時なんかにはマストで持って行ってました。個人的に一押しポイントが、原材料にチョコレートではなくカカオマスとココアバターと記載があること。つまり他のメーカーから仕入れたチョコレートではなく、一歩前のチョコレートの材料の部分を仕入れて自分たちで商品にしているので、チョコレートの風味の面では1ランクも2ランクも上がっている印象です。備蓄用に買いましたが、我が家では1週間以内になくなると思います。それくらいクオリティ高いです。はい、そして次にご紹介するのがいつものもしも備えるセット。無印良品では普段使いでももしもの時でも使える防災セットとして、防災アイテムをパックにした携帯用、持ち出し用、備える用として3種類の防災セットを数年前から展開しているんですが、今回紹介するのが一番大きいサイズの備えるセット。こちら一部の消費者の方から値段の高さを指摘されていて、それが原因かどうかは分かりませんが、今回の防災の日に合わせて今までの5490円から3490円と大幅に値下がりしています。中には15種類の防災グッズが入っていて、ファスナー付きの EVA ケースの中には
あると便利なウェット状の除菌シート、何かあった時用に家族で共有ができる連絡ルール用のメモ帳、そしてマストで必要な絆創膏に不織布のマスクが5枚、ハンカチが1枚入っています。その他には軍手が1組入っていて、袖口が長いので手首まですっぽり隠れます。続いて水が流れない時の非常用トイレセット、これは約15回分使用できます。そしていまいち何に使うか不明なミニキャンドル、今では手持ちのライトがあるので危険度的にもそういう方がいい気がするんですが、使い道ご存知の方ぜひ教えてください。そしてあると嬉しいパイル織りのロングタオル、生地は薄めなんですがその分乾きやすかったりいろいろな用途に使いやすそうです。そして何か物を入れるのに便利な撥水サコッシュ、店内でも売っているものにそっくりで普段使いにも使えそうな感じです。そして個人的に嬉しいのがこのヘッドライト、停電時とにかくライトは必須ですが両手が使えるヘッドライトにしたのはとてもありがたい。続いてこれまた一つあると便利なエマージェンシーシート、薄手の保温素材で作られていて、これ見た目以上に防水防風効果もあって寒い時でも太陽を逃さず体を守ってくれます。余談ですが富士山の山頂でご来光を待っている時にこれめちゃめちゃ活躍しました。小スペースで保存ができるのもありがたいアイテムです。大判のボディシートはもしお風呂に入れない時なんかにはリフレッシュできるありがたいアイテム。そして最後がケース付きの耳栓。一見何に使うのと思いきや緊急時、特にどこか広い体育館など大勢の人がいるところで過ごす場合など、こういうイレギュラーな時って想像以上に周りの騒音が気になるんです。世界保健機関の WHO は騒音は健康被害をもたらすとも明言していて、ただでさえ健康状態、精神状態が不安定な時に体へのダメージを軽減できるよう少しでも騒音を軽減するために耳栓を防災グッズに入れることは理にかなっているんです。今回のセット、パッと見の印象、1人分のものも多いので一家に1箱というより1人1箱レベルのキットではあるんですが、コンパクト設計なので人数分置いておいてもそこまで邪魔にならないと思います。車に人数分積んでいる家庭もあるようです。先ほどからお話ししているように、私過去に震度6強の震災を経験していて、家に住めなくなって数ヶ月間家に隣接している小屋や家の敷地内にテントを張って数ヶ月家族4人で暮らしたことがあります。正直言って大規模な震災を経験している身からすると、このセットだけでは心もとないのは確かなんですが、必要最低限のもの、コンパクトにまとまっているのでないよりかは絶対マシです。私の時はスーパーなどのインフラも止まっていたので、直後の数日間は外で買い物ができない日もあったんですが、その間は基本的には家のストックで過ごす必要があります。そんな時にこういったキットや先ほど紹介した食料があるととにかく安心できますし、そういった時はいかにメンタルが安定するかが重要な気もしたので、気持ちの面でもお守り代わりになると思います。毎年9月1日は防災の日と題して各企業でこういった防災グッズの展開がされますが、断言してもいいほどに防災グッズ買おうかなってなるのは1年通じてこの日くらいです。特にこういったキットを買わなくても家のローリングストックを見直すきっかけにはした方がいいと思うので、ぜひこの機会にご自宅の防災グッズ見直してみるのはいかがでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。今回は防災関連の商品も多かったんですが、何か気になるものはありましたでしょうか。ぜひとも皆様のご家庭で常備しているもの、おすすめの防災グッズなどがあれば、ぜひコメント欄でシェアしていただいて、みんなで意識が高まればいいかなと思います。我が家はまだまだ子供も小さいので、ミルクやおむつなどのストックを少し買い足して、その他のローリングストックの見直しを行いたいと思います。今回の動画が少しでも参考になれば幸いです。このようにこのチャンネルでは、成城石井元店長の私がお勧めする成城石井やカルディ、無印良品のおすすめ品や食べ合わせ、たまに全国のスーパーで買えるおすすめの商品やデパ地下グルメといったマニアック企画など、食にまつわるあらゆる情報を発信しています。少しでも参考になったよという方は、いいねやコメント、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。
また、インスタグラムや Yahoo エキスパートでも日々情報を発信しているので、そちらもぜひ遊びに来てください。今回こちらで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。